超越瞑想と体の健康についての話は過去動画でも話をしてきましたが、今日は科学的な研究データの紹介をしていきます。こんにちは。マハリス総合教育研究所群馬オフィスで全世界1000万人以上が学んだ超越瞑想を教えている森正也です。この動画を見ていただきありがとうございます。超越瞑想はインドで5000年以上前から伝えられていて、インドのモディ首相やミュージシャンのスティングさん、スティービー・ワンダーさんも超越瞑想を学ばれています。この動画が良かったという方は、ぜひチャンネル登録やいいねをよろしくお願いいたします。前回、速攻で若返りという動画を作りましたが、今回はそれを証明するというか、いろいろな研究データがありますので、その中から一部を紹介します。これがそうなんですけれども、超越瞑想に関する研究論文は500件を超えています。今日ご紹介する研究データは、この論文集に掲載されているものかどうかは確認していませんが、以前から私たちが超越瞑想の説明会などで使用しているものから選びました。それでは最初の研究データです。こちらです。この図は超越瞑想を行っている時に血中コルチゾールが低下することを示しています。血中コルチゾールは副腎脂質から分泌されるステロイドホルモンの一種で、ストレス応答や循環リズムの制御などさまざまな生理的プロセスに関与しています。ストレスがかかると血中コルチゾールのレベルは上昇します。また長期間のストレスやうつ病などの精神的疾患、あるいは副腎皮質機能低下症など、そういう病気でも血中コルチゾールのレベルが変化することがあります。このように血中コルチゾールはストレスの度合いと関係しています。ただ休息をとっているだけの対象群のグループでは、血中コルチゾールはわずかに減少しているだけですが、超越瞑想を実践している人々の場合は大幅に減少しています。これにより超越瞑想はストレスの軽減に効果があるということが示されています。では次です。この研究は31以上の研究から得られたデータをメタ解析したものです。メタ解析とは、多くの研究から最終的な結論を引き出す科学的な手法のことです。さまざまな研究結果を一つに結びつけることで、超越瞑想の効果の度合いを知ることができます。どの研究結果からも超越瞑想中に体が深く休息していることを示すさまざまな生理的指標が見られます。例えば瞑想中に呼吸数が減少します。また瞑想中に基礎皮膚伝導度の減少が見られます。また不安感や嫌気的代謝と関係している結晶中の乳酸濃度が減少します。これら超越瞑想中に見られる深い休息は、眠っている時よりも深い休息であることが分かっています。ちなみに今回紹介している研究データは、ロバート・キース・ワレス博士による解説をマハリス総合教育研究所で翻訳した文章などを使っています。詳しくは一般社団法人マハリス総合教育研究所のウェブサイトをご覧いただければと思います。それでは次のデータです。こちらですね。超越瞑想を実践している2000人以上の人に対して5年間の健康保険の統計を調査したものです。その結果、年齢、性別、職業、保険の条件が同等の他の集団と比較して入院日数が半分以下であることが明らかになりました。特に40歳以上では差が大きくなっています。超越瞑想を実践している人は入院率が減少しているというデータをご覧いただきました。はい、それでは次です。前回のデータと似ているんですが、この研究は2000人の超越瞑想の実践者の
健康保険の記録を調査したものです。その結果、年齢、性別、職業がほぼ同じ10万人の対象群と比較して、超越瞑想の実践者は心臓病、がん、精神病、その他ほとんどの主要な病気における発病率が 50% 以上も低いことが分かりました。ちなみにこれはロバート・シュナイダー博士による解説を紹介させていただきました。では次です。これはカナダのケベックで行われた研究です。超越瞑想による医療支出の減少です。この研究では14年間にわたって超越瞑想を実践している1500人と無作為に抽出された年齢、性別、地域が同じ人々との間の医療費を比較しました。超越瞑想を学ぶ前は2つのグループの間で医療費の違いは見られませんでした。しかし超越瞑想を学んだ後は医療費の平均値が超越瞑想をしていないグループと比較して年間で 13.8% も減少しました。このように超越瞑想を実践することで医療費を大きく削減することができます。ですからもし国家の全人口が超越瞑想を始めれば医療費を大幅に削減できることがわかります。では次に行きましょう。これは超越瞑想を実践している2000人の医療利用率を5年間にわたって調べた研究です。超越瞑想をしていない対象群のグループと比べて医療の必要性が大幅に減少しています。こちらの図に示されているように内科治療の利用率は 60% ほど減少しています。また外科治療ではより一層大きな減少が見られました。さらに各病気ごとの医療利用率を調べた結果、心臓病の治療などは 87% も減少することが分かっています。こうした研究は超越瞑想が健康に対して非常に有益な効果を持つことを示しています。はい、次です。アテローム性動脈硬化という病気は心臓病の中でも特に代表的なものだそうです。この研究では超音波を用いて頸動脈の内膜と中膜の厚みを調べました。その結果、健康教育を受けただけのグループはわずかに厚みが増しています。しかし、超越瞑想を実践しているグループでは動脈の厚みが大幅に減少しました。この研究によって初めて瞑想という精神的なテクニックが動脈の厚みを減らすという効果を持つことが科学的に証明されたそうです。次は高血圧です。この研究はアメリカの政府の国立衛生研究所からの援助を受けています。数百万ドルの費用がかかったそうです。こちらの図は心臓収縮期の血圧変化を調べたものです。健康教育や血圧管理法を行ったグループと比べて超越瞑想を実践しているグループでは心臓収縮期の血圧が大幅に低下しました。また心臓拡張期の血圧においても同じように超越瞑想を実践しているグループでは血圧の大幅な低下が見られました。これにより超越瞑想を実践すると高血圧が改善されるということがわかります。次はコレステロールです。これは11ヶ月にわたって行われた研究で実践前と実践後のコレステロールのレベルを比較しました。その際、超越瞑想の実践者のグループと瞑想をしていない対象群のグループの両方で食事は注意深く調整されました。その結果、対象群においてはごくわずかな変化しかありませんでしたが、超越瞑想を実践しているグループではコレステロールのレベルが大幅に減少しました。コレステロールのレベルはストレスによって大きな影響を受けます。もしストレスが増しているときにコレステロールのレベルを調べれば通常よりもコレステロールが増していることがわかります。こうした点からも超越瞑想によってストレスを減らすことで
コレステロールが減少することがわかります。さて最後の研究データです。この研究ではストレス性の刺激に慣れるまでの時間を調べています。その結果、超越瞑想を実践しているグループは瞑想していない対象群のグループと比べて一層早くストレスから回復することが分かりました。つまり瞑想している人はストレスになるような刺激をうまく扱うことができるということです。こうしたより早いストレスからの回復は健康のすべての領域に大きな恩恵をもたらすと言われています。はい、今日は体の健康に関する研究データを紹介しました。これ以外にもいろいろとありますので、機会があれば紹介させていただきたいと思います。以上です。もし超越瞑想に興味を持たれた方は、ぜひお近くの瞑想センターで行われている無料の説明会にご参加いただければと思います。またすでに超越瞑想を学ばれている方は、瞑想のチェッキングを受けるのも良いと思います。今日もご視聴いただき感謝いたします。ありがとうございました。ジャイグルデー。